表情が素晴らしい。一個一個の動きに力がしっかりと乗っていて、説得力のあるダンス。笑顔のこの感じがね、練習生の方たちの中では珍しいんじゃないかな。プロデュース101ジャパンザガールズということで、ダンスが気になる練習生の方たちをお話をしていきたいと思います。収録ボタンオフということで、本日ご紹介させていただく練習生の方たちは5名様でございますというところで、まずお一人目が、海老原つづみさん。パワフルなダンス、そして切れ味のあるダンスを見せてくださっていたなっていうところに、表情が素晴らしい。一個一個の動きに力がしっかりと乗っていて、説得力のあるダンス。このあたりの肩の入り方と膝の落とし方、重心の落とし方とか、運動神経良さそうだなっていう風にシンプルに見ていて思いました。で、指先の使い方も非常に綺麗なんですよね。このあたりの手の形とか。しっかりと意識を行き渡らせるんだっていうものが、その先々に体の中心部分から外にかけてしっかりと伝わっているなという風に見ていて感じた部分があります。このあたりの髪のかき上げ方とか、もう全然ポージングすごく綺麗っていうところ、このあたりの肩の入り方と顔の入れ方だったりとか、本当に魅力的なパフォーマンスをされる方だなっていう風に思って見ていた部分があります。ダンスも歌も全然武器にできる方なんじゃないかなっていう風に思った部分でございます。はい。そして、お二人目がですね、鈴木玲奈さん。素晴らしかったですね。このあたりのクンクンカーンの部分の、この足の伸ばし感と肩の上がり感、前をしっかり見据えていくところ、引いてみた時のお顔の表情、あとはその目力っていうところが非常に魅力的だなっていうふうに思いまして、ただそのお顔の表情の強さっていうところに対して、体がしっかりフィジカルがパワーを持って踊っているっていうところです。ここのあたりの肩のシェイクのスピード感と止め感っていうところ。で、これをまた歌いながらしっかりとこう入っていったわけじゃないですか。リズム感もそうですし、可動域もそうですし、この肩のシェイク見た時に、素晴らしい。すごく伝わってくるものもありますし、クオリティの高さっていうところもありますし、非常に、とりわけその力強いパフォーマンスっていう部分、このあたり、この腕の中から見えるこの目線だったりとかも含めてですけれども、これからパフォーマンスっていう部分においてとりわけ中心人物になってくる方なんじゃないかなっていうふうに思いました。で、一つ一つの動きのクオリティ、精度が高いっていうところ、止め、跳ねの部分で、あとはそのパワフルっていうところに、非常にここは強みとされてる方なのかなっていうふうに見ていて思ったところもありますので、そしてですね、もうお一人、田畑奈々さん。非常にダンスのスキルが高い方だなっていうふうに思いました。すごくダンスにリアリティがあって、リアクションがちゃんとできているのかな。ダンスを楽しめる本番に一番強いタイプの方かなっていう風に思うぐらいですね。どういう質感でここ踊ってるんですっていうのがすごく伝わってくるっていうところもあって、ステージ、パフォーマンス、このあたりの表情もね、笑顔のこの感じがね、また素敵なんですよね。っていうところのこの指の動きに合わせて笑顔がキラって出るところからの目線が変わってキュッっていう風にかっこいいポーズに取っていくところとか、表情の豊かさだけじゃなくてそこに付随する体、フィジカルの表情っていう部分がすごくまとまってついてきてるっていうところがあるので、すごく踊ってる時に華やかに身につけてるものだったりとか、あとは楽曲のコンセプトで本当に多彩な表情、表現ができる方なのではないかなっていう風に思った方でございます。さあ、そしてお次ですが、高見彩音さんでございます。ダンス、びっくりしました。思い切りのあるダンスと、パッションが乗った最大限の可動域。本当に体のその柔軟性だったりとか、小さめに動いてたとしてもしっかりとそこに奥行きが伝わってきたりとか、パワーがちゃんと乗ってるので、説得力があるというか、あんまりこう、ぐにゃぐにゃして見えない。しっかりグイって大きく踊ってるんだけれども、止まるところ止まってるよねっていうところもそうなんですけども、動き一つ一つが厚みがちゃんと出ているっていうところでも説得力大きいんじゃないかなっていうふうに思いました。ポージングの部分で見ていくと、例えばこういうところの腰と肩で、あとはこの手首の折り感だったりとか、手元のここのダイヤモンドを作っていくっていうところですかね。ダイヤモンドの形もすごく綺麗なんですよ。で、その後の手の回し感とかもそうなんですけれども、繊細な手先の使い方っていうところのクオリティも本当に高いですし、大きい動きっていうところも迫力がある。素晴
晴らしいなっていう風に思いました。全部多分いろんな表現ができる方で、思い切り、これが強みになってくると思うので、本番に強い、パフォーマンスをされる方、高見彩音さんというところでございます。そしてですね、ラストお一人、桜庭遥さん。本当に一個一個の動きに花がある。自分の見せ方も分かってる人のダンスだなっていう風に思ったところがあります。あとはリズム感ですかね。足の踏み方とかが本当に素晴らしいっていうところと、歌ってる時の表情の付け方に手をどういう風につけていくのかみたいなところがすごく細かい表現力になっているなっていう風に思いました。全体的なまとまり感だったりとか、あとはそのトータルのバランス、自分の見せ方、ブランディングを作っていくっていう上での踊り方が本当に上手い方だなっていう風に思ったので、客観的に自分のキャラクターだったりとか強みみたいなものを把握してる方の踊り方でもあるかなっていう風に感じた次第でございます。ここら辺のこの表情に指をパッパと乗せていくところ、このあたりも素晴らしいですよね。とても細かいなっていう風に思いました。しっかりと自分の中で可愛いポイント、綺麗なポイントっていうのを見つけてる方の踊り方なんですよね。このあたりの肩の付け方とか。ここまで自分の中のパフォーマンスを完結できるっていうのは、練習生の方たちの中では珍しいんじゃないかな。そういうのが完結した状態でデビューするっていうのが、まさにその、何でしょう、業界の一つのルートだと思うので、その意味でいくと、桜庭遥さんですね、は、かなりもう今のこの段階から完成度が高いというところの方でございます。はい、という感じで見ていただきましたけれども、いかがでしたでしょうかということで、今回は5名様ですね。ここから回を重ねるごとに、どのように皆さんがこう進化していかれるのかっていうところに注目していきたいなというふうに思っているところでございます。皆様の感想もぜひぜひ下の方のコメント欄からいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。現場からは以上でございます。ありがとうございました。よいしょ。つい。